ということで、合格するための面接に入っていきたいと思いますが、まずはこちら。はい。驚いた方もいらっしゃるかもしれませんが、これが外国人留学生の大学入試で聞かれた質問なんですね。はい。他の動画でも言ってますけど、私2001年からずっとデータアンケートで取ってるんですね。その膨大なデータの中にあるですね、質問なんですけど、これだけじゃありません。もっとですね、面白いね、質問とかいっぱいあるんですけども、まず例として出したのは、ここら辺ですね。これ実際に本当に聞かれたんですよ。どういう質問なんでしょうね。先ほどこれお見せしたこれ1番から6番までは一般質問で、実はこの質問っていうのは会話のためのきっかけの質問でしかないんです。これらの質問をきっかけにして面接官との会話が始まるんです。これが本当の個別面接試験です。例えばさっきのこちらですね。はい。マクドナルドの創業者を答えてください。この質問は志望理由の中で将来の夢を語ったことに対するツッコミの質問になっています。というのは、この志望理由ですね、この質問を受けた受験生っていうのは、志望理由の中で将来自分の国に帰ってマクドナルドみたいなお店を開きたいんだ。こんな風に答えたんですね。志望理由の中で。そしたら面接官が鋭くですね、マクドナルドの創業者は誰だかご存知ですかみたいに質問してきたんですね。これ実際にこうやって質問されるんですよ。で、たまたまその留学生はマクドナルドの映画、ハンバーガー帝国とかなんとかっていう映画を見ていて、その話をして答えたらしいんですね。そしたら面接官は、ああ、その映画は私も見ましたよ、みたいな話になって、その映画の話で盛り上がっちゃったっていうんですね。で、感想を聞いたりですね、いろいろ質問し合ったりって言って、で、そんな中でこう、わーって盛り上がった。もちろんその学生は合格しました。フランス語で自己紹介してください。はい。こちらは私立の有名大学のフランス文学の学部、仏文科を志望した留学生に対する質問です。志望理由の中で話するうちに、フランス人の面接官から、あなたはフランス語ができますかと聞かれて、うっかりですね、少しできますと答えちゃったんですね。そしたら、フランス人の面接官が、じゃあフランス語で自己紹介してください。こういうふうに言ってきたんですね。で、やっぱ受験生びっくりしたんですけどもね、そこそこ本当にマジでガチでフランス語が本当ちょっとできたらしいんで、フランス語でさらっと自己紹介したら、もうそのフランス人の面接官がもう大喜びでね、めちゃめちゃ盛り上がったなんて、こういう面接がありました。もちろん彼女も合格しました。また日本に関する質問も面接官突っ込んできますね。不倫についてどう思いますか？これ笑っちゃいますよね。これご想像通りですね、日本に関する質問のうち、最近気になるニュースとかなんか日本の印象がみたいなことを聞かれたんですね、この受験生。で、この聞かれたことに対して、ついというかうっかりというかですね、シャレなのか本気なのかわかんないですけれども、不倫についてなんか面接官に言ったらしいんですね。そしたら面接官が、じゃああなたは不倫についてどう思うんですかみたいなことを聞いて、突っ込んできた質問が今の質問になります。ですね。で、もちろん、それ男性の受験生だったんですけれども、ですね、普通に不倫に対する自分の考えとか話したら、面接官が、あなたの国ではどうですかみたいに質問してくるんですね。質問してきたんですね。そしたら、彼はどうしたかって言ったら、いや、私の国でもありますよ。有名な歌手のなんとかっていう人がいますけども、その人が前不倫でニュースになってましたってこう話をしたら、面接官の中にその歌手のことを知ってる面接官がいたらしくてね、知ってる不倫したのとかってびっくりしてたらしいんですね。それで大盛り上がりになって面接官とですね、楽しくおしゃべり会話をした、こんな面接がありました。もちろん彼も合格しました。日本の法制度にはどのような問題がありますか？これも法学部に進学した受験生に対する質問になります。志望理由の中で、ポロッとこう会話の中でですね、日本の法制度に問題があるって、この受験生は面接官に答えたんですね。そしたら実際にじゃあ日本の法制度にはどんな問題があるのかっていう形で、この質問が飛んできたんですけれども、その受験生は真面目に答えたんですね。真面目にどう答えたかっていうと、その受験生の答えとしては、日本の少年法が理解できないっていうんですね。
少年法って言って、これ動画見てる方が留学生でしたらちょっと調べてみてください。ね、日本人の方ならすぐ、ああ、なるほど、なんとなくってわかると思うんですね。少年法って言って、少年に対しての法律っていうのが特別にあってですね、名前を出しちゃいけないとか、顔を出しちゃいけないとか、重い罪には問われないとか、いろいろこうあるんですけれども、その受験生の国では、そういったものに対する考え方が全然違うんだと。そういう話になったんですね。そこで面接官と、喧嘩までいかないですけども、ディスカッションや議論というか、もう語り合いになって熱く語ったらしいんですね。で、その会話の中で結局これはもしかしたら日本の人たちの日本的な考え方からこういう法律があるんじゃないかみたいな話に進んでいったらしいんですね。で、その受験生は何と言ったかって言ったら、それをまさにこの大学で勉強したいんだ。面接官に訴えたんですよ。そしたら面接官は何て言ったかって言ったら、ぜひそうしてください。はい、もちろんこの学生も合格しました。日本の中華料理と中国の中華料理は何が違いますか？もうお話しする必要ありませんね、これは。日本の印象を聞かれた時にたまたま日本の中華料理はみたいな話になったんですね。それに対する面接官のツッコミです。ね、日本の中華料理と中国の中華料理は何が違いますか？中国だったらちょっとデータ見ないとわからないですけどもですね、どうですかって料理聞かれた時に、彼女は味の違いまで細かく答えたらしいんですね。日本人向けにアレンジされた味っていうのはこうですよみたいな話をしたら、面接官たちがめちゃめちゃ興味津々でいろいろ聞いてきたらしいんですね。そこでその受験生は持論として、自分の国ではこういう味が好みだし、南の方に行くとこうだけど、日本の人がこういう好みなのはこの影響があるんじゃないかみたいなことをこう語ったらしいんですね。それをすごく面接官が聞いてて、その受験生がびっくりしたっていうのは、そんな話までこうメモしてたっていうんですね。メモしてたっていうのは、本当にメモしたかどうかなんでも分かんないですけれども、そういった会話の中で大盛り上がりで、面接が進んでいった。はい、もちろんこの受験生も合格しました。1億円あったらどこに投資しますか？これもお話しすることないでしょう。経済学部に進学した受験生の面接での質問です。この受験生は大学でこんな勉強したいって言った時に、投資に興味があるみたいな話をポロッとしたんですね。そしたらすかさず面接官が突っ込んできたのは、1億円あったらあなたはどこに投資しますかって、これがその質問なんですよ。で、受験生はってこう一瞬悩んだらしいんですけれども、たまたま私が授業でですね、日本事情の授業で有機 EL の話をしたんです。有機 EL ですね。今でこそこの有機 EL っていうのがもうすごく言葉としてね、世の中に出回って、実際にですね、パソコンとかスマホの画面に有機 EL っていうのが使われている、新しいディスプレイですね。このディスプレイ、有機 EL を使うとめちゃめちゃこの画面をですね、モニターを薄くできるっていう優れものなんですね。で、たまたまこの受験生がいた頃っていうのはですね、私が授業をしたのはまだそんなに有名じゃない、出てこれからだぞっていう時にこういう技術があってそのうち有名になるよみたいな話を授業でポロッと言ったんですね。で、受験生はそれをピンと思い出してですね、有機 EL の開発等を進めている会社、企業に投資したいです。こんなふうに答えたらしいんですね。思わず面接官がおーって話になったらしいんですね。有機 EL について面接官が実際知ってたかどうかわかんないですけれども、彼はもうとにかく必死に苦し紛れに私の授業で聞いた有機 EL っていうのはこういうので、もうすごく画面を薄くできるし、紙みたいに丸めることもできる、テレビができるようになるんです将来は。だから有機 EL の会社に投資したいですみたいなことを熱く語ったらしいんですけれども、面接官はすごく関心を持って彼の話を聞いて、もう思わずおーっとみんなでこう声を上げてしまうような面接になったっていうんですね。はい、もちろん彼も合格しました。いかがですか？このようにですね、また出てきましたね。一般質問には必ずツッコミが入るんですね。で、そのツッコミに対して答えをする。その答えに対してさらに面接官が質問を繰り返す。そしてそれに対して受験生が答えると、今度面接官が意見も混ぜてこんなことっていう、まさに会話、やり取りで進んでいく。これが面接ですよ。これが本当の面接なんです。面接の答えに正解はありません。
最初にっていうか、先ほど私ね、とんでもないこと言いましたね。いい加減で構わないとか、どうせ嘘だろうって面接官を持ってんだから。ね、こういうふうに言いましたね。これ本当にそう思ってますよ。つまんない面接だったら。シナリオ通りに進んで、なんとかかんとかですか、こうです。なんとかかんとかこうです。これでシナリオ通り進んで、それで終わりました。はい、以上で終わります。ありがとうございました。こんな面接やりたくないですし、それで何を評価するんですかっていう話なんですね。外国人留学生の国でも同じだと思います。もし、留学生、皆さんが恋愛をして、で、その恋人とラブラブになって結婚することになりました。はい、当然、相手のご両親に挨拶に行くわけですよ。初めてご両親に挨拶に行くとき、どうしますか？スーツ着ます？スーツ着て、ネクタイをきちんとして、ボタンはここまで締めなきゃダメ。こんな風にします。女性だったらピアスはダメとか、化粧はこうしなさいとかですね。リクルートスーツに決めてとかですね。で、入室するときは3回ノックして、で、中入って、ね、どうぞって言われるまで座らないみたいなね。こんなバカなことしないでしょ？っていうかすいません。しませんよね。じゃあ、彼女の、また彼氏のご両親に挨拶するときって、まず会いました。ああ、どうもどうも、はじめましてって爽やかに挨拶しますよね。で、今日はお忙しいとこ、みたいなこと言いますよね。で、どうぞどうぞ、かけたまえじゃないけど、座ってくださいって言われて、ありがとうございますって普通に進んでいきますよね。で、その後何が起きるかって言ったら、はい、なぜうちの子供を選んだんですか？はい、彼女は、とかね、はい、彼氏は教育理念が、こんなこと言いませんよね。大体、どこの国も同じなのかな。日本の場合はですね、食事するんですよ。ね、私が彼女と結婚したいって彼女のご両親に会いに行ったら、料理が並んでます。で、料理で、いっぱいいっぱいとかつってね、お酒飲んだりとか、ね、食事しながら、普通に会話していくんですよ。で、その会話の中で、先方のご両親は、うちの息子の、またうちの娘の相手はどんなやつかってのを見ようとしてくるんですね。これと同じですよ、面接官も。わかります？熱く語った、その語った内容から面接官、人柄を見るんです。会話の中から面接官は受験生の人柄を見るんです。人柄を見て、この受験生はこういう留学生なんだって分かったとき、初めてどうせ嘘だろう、じゃなくなるんですよ。わかります？もちろんですね、どんな受験生だって一応面接前には練習するし、日本語もチェックしてもらいます。で、それが面接官も分かってるなんて100も承知です。けど、合格するっていうのは何か、会話の中で面接官の心が動く。それが合格する面接なんです。正しい正解とか答えなんかないんですよ。会話をして話を進めていくんです。なんでこの大学じゃなきゃいけないのか、なんでこの日本語じゃなきゃいけなかったのか、なんで私はここに来て面接の試験を受けてるのか、これを面接の会話の中で熱く語るんです。いいですか？こんなのはもう日本人だからとか外国人だからとか関係なしですね。もう大人なんですから大学の志望理由だなんだなんて考えられるんですよ。けど、じゃあなんでそれが難しいのかって言ったら、もう一言、日本語コミュニケーション能力です。いいですか？自分はこういう人柄なんです。私はこういうことを考えてるんです。こんな夢があるんです。どんなに熱い気持ち持ってても、日本語でコミュニケーション取れなければ伝えられないんですね。これが大学の入試面接試験です。日本語コミュニケーション能力なんですよ。普段日本人が使わないような小難しい日本語の知識をもうガンガン詰め込んで一生懸命覚えてね、日本語の試験の N に合格しましたなんて言ったって全く役に立ちません。役に立ちません。言語知識たくさん持ってます。いえ、そうよかったね、おめでとう。けどあなた会話できてないでしょ。あなた何言ってんのか分かんないよ。そんなやつ大学に入れると思ってんのか？どうですかねえ、みんなの第1課まで終わって、私はここまで日本語能力があります。でも会話できてないじゃん。あなたの言ってる言葉ムカついてしょうがないんだけど、だったら一発不合格です。じゃあ何なの？そんな試験がどうとかじゃなくて、そんな資格試験がどうとかじゃなくて、日本語でのコミュニケーション能力、これをとにかく磨いて面接でぶつかってください。正解なんかないんですよ。自分の夢語りゃいいんです。日本語教育の参照枠、セファールの B1 以上の日本語コミュニケーション能力があれば、十分面接で会話ができます。下手だっていいんですよ。そんなもん日本人なら分かってますが、外国人日本語下手なんての分かってます。
ね、苦手だってのも分かってます。これから上手になるわけですから、面接官だってそれから分かってますよ。でも、何を言ってるのかがちゃんと伝わってくる。その受験生の夢が伝わってくる。これで評価するんですね。ですので、最後の最後までコミュニケーション能力、会話能力を磨くようにしていって、暗記した答えをそのまま答えればいいんだ、じゃなくて、面接官と会話をしてください。はい。ちょっと長くなりましたが、この次のですね、動画あたりでは、一つ一つの質問、例えばなんで日本に来たんですかなんてのを考える時のヒントとなるようなお話をね、できたらなと思っていますので、お楽しみいただけたらと思います。では、今回はこの辺で失礼します。